おはようございます。京都2日目の朝、晴れています。今日は京都駅から電車で20分ほどの宇治を歩きます。今回は都ホテル京都八条に泊まりました。京都駅前の好立地、駅前なのにとても静かで綺麗なホテルでした。しかもアップグレードしてくださって、部屋にはエスプレッソマシンがありました。前日にセブンイレブンで買ったバナナとクロワッサンで朝食にしようと思っていたのですが、そういえば京都はパンが有名だった。パン屋さんに行かなくては、と突然思い立ちました。慌てて近くのパン屋さんを目指して部屋を出たのですが、思ったよりも遠くて、絶対待ち合わせの時間に間に合わないと引き返しました。結局部屋でコンビニのパンを食べたのですが、ネスプレッソのコーヒーがナイスアシスト。それなりに豪華な朝ごはんになりました。ホテルをチェックアウトして待ち合わせの京都駅に向かっていると、かかってきた電話。今日のメンバーの一人です。第一声でピンときたのですが、やっぱり今起きたの知らせでした。前日歩きましたからね。この年になると自宅でない場所でぐっすり眠れるのはむしろめでたいことです。彼女には先に行くけどゆっくりで大丈夫よと伝えて、一足先に二人で宇治に向かいました。宇治といえば平等院ですが、それは全員揃ってからとして、まずは宇治川のほとりを歩いてみることにしました。昨日のバタバタが嘘のような静かな時間、水鳥が川の流れと遊ぶ様子も見ていて飽きません。動画には残していないのですが、この先の宇治神社と宇治神神社にお邪魔しました。
途中の道に咲いていた梅の花と椿の花、空がとてもきれいで、聞こえてくる鳥の声、静かで澄んだ空気に、私も友達も宇治の魅力に気づかされました。そろそろ遅れてくる彼女とも合流しなくては、ここのお茶屋さんに来られる？と連絡したのですが、その後またついぶらぶら歩いてしまい、着いたら遅れたはずの彼女がもう先に来ていました。カウンターから内側をのんびり眺めながら濃い抹茶をいただきました。では全員揃ったので平等院に行きましょうか。平等院といえば鳳凰堂、10円玉に描かれている寺院ですね。撮影を控えたので映像ではお見せできないのですが、目の前で見る平等院鳳凰堂は左右対称で落ち着きがあり、極楽浄土をイメージしたというのも納得の佇まいでした。参道には飲食店が多いのですが、祝日の翌日で閉まっているお店も多く、偶然入ったのがこちらのお店。可愛らしい店員さんに案内していただきました。お蕎麦かなと思っていたのですが、なんと抹茶うどん。軽い蕎麦アレルギーを疑っている身にはありがたいメニューでした。併設されたショップの和雑貨のお土産も充実していて、買いたくなるものばかりでした。ゆったり時間もそろそろ終わり、京都駅に向かって移動です。ちょっと疲れた気持ちをゆったり癒してくれた静かな宇治の街、またゆっくり訪れたい場所です。さて、ここからは旅の終盤、怒涛のお土産ショッピングです。時間がないのでパパッと決めていきます。まずはカール。東日本では手に入らない明治のカール。これは京都に来たら必ず買って帰ります。そして前日も買った幼児屋のハンドクリームをもう一つ。使ってみたらベタつかずさらっとしていたのが良くて、もう一つ欲しくなりました。そして赤福。厳密には京都土産ではないのですが、京都に来るといつも買っています。仕上げは静屋さんでパンを買いました。いわゆる八つ橋、千枚漬け、あじゃり餅といった京都定番のお土産とは違いますが、パンパンになったバッグに思い入れも詰め込んで東京に帰ります。15時54分発のぞみ242号東京行きです。
なぜか東京タワーが見えてくるとほっとします。忙しかった京都一泊旅行もあっという間に終わり、次はどこに旅しようかな。見ていただきありがとうございます。酒なし、車なしの50代が無理せず行ける旅行やお出かけをゆるく発信しています。旅行はしたいけど頑張りすぎないペースで行きたいなという方にゆったり楽しめる旅のヒントをお届けできたらと思います。気に入っていただけたらぜひチャンネル登録して一緒にゆる旅を楽しんでいただけると嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。